皆さんどうも明けましておめでとうございます。今年もわびチャンネル皆さんと一緒に楽しんでいければと思います。よろしくお願いいたします。新春、まさに盆栽、水石、日本の文化を楽しむのにまずは日が昇るように花開く楽しいひとときがここに来ています。今日は皆さんに新春の飾り、いろいろな盆栽や水石の飾りをこの羽生内九庭の大床を使ってお話をしたいと思います。新年のことほぎをお楽しみください。新春を飾る飾りの一つに、新年の清瀬飾り、春飾りという宮中の飾りをなぞらえたものですが、一つの鉢の中に常盤の緑の松、そして初春を華やぐ梅の花、そこに竹、藪麹などを入れて、新春のなぞらえ、その年が良かれと思うなぞらえを込めた一鉢を作り上げます。この鉢は去年作って細かな竹や藪麹を省いて、梅と松だけをこの鉢の中で育んだものです。まだ咲かぬ梅ではありますが、初春の彩りとして掛け軸には大火横山世紀の昇る日の出、そしてその下には今年もたくさんの子供を産みますように命の再生を願って巣ごもりの鶴、脇のとこには日の本が今年も放るように珍しい根をきっかせきの朱花、白花を散りばめた百花絢爛の山姿、まさに日本の夜明けを楽しみたい席を作り上げてみました。このような飾りは古くは江戸の初期からありますが、もともとは今瑠璃色に入っている鉢も、その当時数百年前は尾張焼などの染め付けのさらに室内であでやかさを見るものを使ったようです。今はこのようにシンプルなものも多くなりましたが、大床飾りのなぞらえの寄せ飾り、このような席がことほぎの盆栽の基本とも言えます。水石を主とした飾り、新年の飾りもいろいろなものがありますが、カムイコタンの青カムイと言われる、まさに我が国の山々はいつも青く、青山と言われるゆえんを表すような大山、まだ空には月が、そして新年とはいえハラハラと降る雪、それでもその足元には今年の新しい息吹として吹きの塔が芽を伸ばしています。風紀の塔と言われる吹きの塔、今年も良き芽がたくさん出ますようにのなぞらえが石と軸に共鳴しています。肩や脇床に乗せられた五葉松の熱なり、風にたなびく松の姿は、厳冬期の今もここから季節を変えても変わらぬ日本の風景をそのまま現出しています。山青き我が国、降る雪の下の新しい芽生え、変わらぬ緑の中の木々、これも静かな新年の一つです。春
晴れの席、まさに新春をことふぐ席に松は欠かせないもの。常盤の緑、末に広がり常しえの栄。五葉松の古樹太寒名木はこの大床を見事に抑えます。遠くに仰ぐのは霞の中に凛と浮かぶ日の本霊峰の富士。その裾野には鶴が飛び、そしてその松と富士のめでたさをことほぐように翁が能の舞を奏でる。当たり前のようであり、日本の新年を飾る本来の印というものがここにあります。明寿五葉松、富士の峰、木彫の翁の奏でる雅。日本の盆栽界、日本の文化はここに始まり極まります。初春の席としても大変静かな席をご紹介します。梅、一重白梅の古木。揺れ立つその幹はすでに100年の時を経て古感を見事に表しています。降り落ちる枝、降り下がる樹幹、そしてその中にも梅らしい立ち枝に多くのつぼみを膨らませています。腰高の飾に飾られた美しいこの梅盆栽の世界。見上げれば掛け軸の空に一つの羽板の羽、羽子が待っています。羽子はムクロジという種でその頭部分ができて、無病息災を願って羽を持って今年も空高くという願いが込められています。脇飾りには新春をことほぐ吹きの塔の鉢。今年も良き宝の芽が多く出ますようにの願いを込めた静謐な静かな、そして響き豊かな床飾りです。同じこの梅の飾りを脇の添えを変えてしつらえてみました。梅の向こうの羽子、そしてその下には雪深くかぶる家一つ。新春のしんしんと降り積もった雪が晴れた空に子供らの羽つきの音を響かせます。どこか昔の日本のどこにでもあった景色、そして忘れたくない風景でもあります。新春の飾りをご紹介しましたが、ことほぎの飾りは様々なもの、特に日本の正月は寒く、すがすがしく、そして晴れやかでもあります。その中に飾る盆栽や水石の命の謳歌、飾る人の心、今年はどんな年になってほしいか、そんな願いが飾りの中に見える新春飾りでもあります。わびチャンネルは今年もここから始まり、一年を通して日本の四季や歳時記に倣っていきたいと思います。ぜひチャンネル登録をしていただいて、様々なアーカイブをお楽しみいただければと思います。今年も盛りだくさん、ご視聴ありがとうございます。